今日は今大学生は非常に就活しやすいと言われていますが、実はそのことが非常に危険だということについてお伝えいたします。まず何が危険なのか、新卒カードと言われるように今は非常に新卒が強いと、第二新卒も結構もちろんいい状況なんですけれども、若手にとって非常にいい状況なんですね。実際今のような状態と似ている時期って実は過去に日本にあったんです。それは、1990年頃の、バブル期と言われていた時代です。この頃1990年、正確には1989年の12月29日に日経平均株価が最高値、38,915円87銭。この時の就職率、大卒の就職率は 99.2% だったんです。そして今年ですね、日経平均株価は33年ぶりの高水準ということで33,753円、7月3日なんですけども、そして昨年の就職率は 97.3%、 非常に似ているわけです。この1990年頃のバブルと言われていた時期は、今では信じられないようなことが行われていまして、土地や高級品とかを購入して横に流すだけで利益が生まれていたんですね。非常にどこの会社も業績が良くてですね、町の不動産までもが面白いように儲かった時代なんです。この頃日本は技術的にもね、世界的に評価が高くて、電子立国日本なんて言われていた、番組が NHK で放送されるなど非常に、日本が強かった時代だったんですね。そしてこの時に採用された学生というのは、企業に囲い込みというのをされます。つまり内定をされてから観光地など、海外だったりとか、ホテル貸し切ってですとか、そういったところに、軟禁とまでは言いませんけれども、他社に行かないようにいろいろとイベントやったりしてですね、非常にいいイメージを持ってもらうということをしていたんですね。この、時っていうのは内定も何個ももらえましたし、全員がってわけではないんですけれども、非常に内定を何個ももらえる、内定を簡単にもらえた、自分が聞いたことがあるとか有名だとか、大きい会社だとか、とにかくあまり自分との、ミスマッチとかそういったことを考えずに、入ったら何とかなるだろうって、大手だから大丈夫だろうということで入ってしまったわけです。多くの大学では就職率などを謳っていますけれども、大企業とかね、そんなことはどこの大学だってそうなんですね。ほぼ 100% の就職率なのに、就職率を謳うことに、そもそも何の意味があるのかなというところがあります。もし本当に就職率を大学が謳うのでしたら、大学だけじゃないですけども、3年後5年後10年後の離職率も同時に発表するべきでしょう。企業や組織に入って終わりではないんですよね。結婚みたいなものですが、そこからがスタートなわけです。最初のボタンを掛け違えないようにする、そのことが非常に大切です。新卒で入る会社、このボタンの掛け違いを起こさないようにするためには、まず何社も内定をもらえれば、ミスマッチは防げるのではないかと。なぜならばたくさんの会社から受けてるから、実際そして内定をもらってるから、その中から選べるわけですから、いいんじゃないかと。そんなことはないんですね。あなた自身が何に価値を感じるのか、これが大切なわけです。人が一番力を発揮する時というのは、自分が価値を感じることに、力を注いでいる時、この時に力を発揮するわけですね。サイトのブログにも書いてますけど、まずあなたは何に感動しますか。またあなたはお金を払ってでもやりたいと思うことは何ですか。あなたがこれまで一番お金やまた時間を費やしてきたことは何ですか。こういったところに、価値観というのは、見つかります。自己分析というのは自分で、自分だけでなくですけれども、いろいろな角度からの質問ですとか、そういったところを質問を投げかけて、そして答えて、そして自己分析を深めていく、そういったことが非常に大事です。今私がこの西陣ベースを開いた理由というのは、就職しやすいからこそ危険だということです。
それを伝えたいんですね。第一志望に受かりましたというのは大学であれば別にいいんです。難関校に入ったからといって、ついていけなくて中退者が続出ということは日本ではありません。ですから第一志望に入るというのは大学まではそれでいいわけです。企業において入るときには第一志望というのが本当に自分に合っているのか、その目標設定がそもそも間違っていないのか、自分に合う会社、働き方、規模は何なのか、そのことを考える必要があります。最後になりますが、今就職しやすいから危ないんです。そのことに気づいていますか？